YouTube をご覧の皆様、こんにちは。アトピー専門治療院です。よろしくお願いします。今日は面白い患者さんを紹介します。面白いっていうか、ちょっと珍しい病気の方です。30代女性の方で、2週間前にアトピーを治したいということで面談をさせていただきました。で、その時に皮膚の状態を見た時に、なんかすごく変わった皮膚なんですよ。肘とかはかき傷があったので、アトピーだなと思ったんですけど、でも顔とか、胸、あと脇の下、あと膝の裏、なんかすごくどす黒いんですよね。で、彼女にいろいろ話を聞くと、5月から9月、10月ぐらいにかけて皮膚が黒くなると。で、冬になったらその黒い皮膚っていうのが普通の皮膚に戻るっていうんですよ。で、それが4年間続いてる。で、いろんな、病院に行っても全然その病気がわからない。で、もう自殺を考えてると。もう毎日泣いてて、もう痛みも強くて、寝たきりの状態でもう本当にもう自殺を考えてると。で、黄色ブドウ球菌撃退法がもし効かなかったらもう死にたいって言われてる方で、本当に失意のどん底にいる方なんですね。で、彼女の皮膚を見た時に、あれちょっとこれアトピーなのかなっていうのが僕の第一印象だったんですよ。で、ちょっとね、この黄色ブドウ球菌撃退法が効果があるのかどうかわからないということを彼女に説明して、だってそのアトピーがどうかっていうのもわからないし、で、その彼女の皮膚っていうのは僕が今まで見たことがないような、扱ってきたことがないような皮膚だったので、ちょっとわからないということを彼女に言って、でもやってみる価値はあると思いますよっていうことを説明して、その時終わったんですよ。一応面談は合格ということで、治療を開始することになったんですけど、でも自分の中ですごくもやもや感があってね、面談終わった後、なんだろうな、あの病気、ちょっとなんだろう、ちょっとこの病気がわからないとなんかすっきりしないと思ったので、翌日、大学病院の図書館に行っていろいろその彼女の病気を調べ倒したんですよ。いろいろ医学書とか見て、絶対アトピーじゃないなっていうの分かってたんで、いろいろ調べると、その彼女の症状にもうドンピシャな病気があって、でその病気っていうのが観察心っていう病気なんですね。で、この病気は僕も知らなかったんですけど、いろいろ調べると、その汗をかく時期になると、なんかその皮膚がどす黒くなったり炎症が起こったりっていうのが特徴なんですね。で、まさしく彼女の症状にドンピシャなんですよ。汗をかく時期、大体そうですね、5月6月ぐらい、梅雨が入る前ぐらいですよね。汗ばむ時期になると彼女の皮膚っていうのは黒くなるって言ってたので、あと汗をかく場所もこれに結構該当するんですよね。これだと、彼女の病気は観察心かもしれないっていうことが分かって一応彼女に個人的にいろいろ調べて、おそらくあなたの病気は観察心かもしれないと。で、一応ね、その教科書を見ると、その観察心の原因が細菌って書いてたんですよ。細菌、黄色ブドウ球菌って書いてなかったんですよ。で、細菌って書いてたから、その僕の黄色ブドウ球菌撃退法が果たして効果があるかどうかわからないので、一応彼女に言ったんですよ。ちょっとこれはやってみないとわからないと。でもひょっとしたら効果が出るかもしれないし、出ないかもしれない。やってみる価値はあると。で、1ヶ月試して、もし効果がなかったら言ってもらったら僕は治療費を返金するし、効果が出たらそのまま治療を継続しましょうということで、一応治療を開始しました。で、今日2週間後です、それが。で、この後、ちょっと彼女の生の声を聞いてみたいなと思います。どうぞ。
ちょっと待ってくださいね。聞こえますか？見えてます僕。はい、見えてます。見えてますね。久しぶりですね。2週間ぶりです。2週お世話になっ間ぶり、ております。2週間ぶりなんですけど、まあこの2週間の間で、まあ頻繁にメッセージのやり取りはしていたので、はい、あえりがとうございます。皮膚の変化はずっと、見させてもらいはい、ました。はい、ありがとうございます。本当に。もう見違えましたね。2週間前の状態と今の状態。本当、おかげさまでっていう、本当におかげさまでっていう感じです。ありがとうございます。どうですか？もう率直な感想を聞かせてもらっていいですか？ 2 週間前の皮膚の状態と今の皮膚の状態比べてどんな感じですかね？とにかく2週間前は腫れと痛み、亀裂と痛みがすごいひどくてしんどかったので、それがもう今本当に完全になくなって、もう本当に過ごしやすいというか、なんか普通の人間らしくなってきたなっていう感じです。いやー、本当に、皮膚がもう真っ黒でしたもんね。本当赤黒く、本当パンパンに腫れていたかったんで、その腫れと痛みは本当になくなって、で、一番ひどかった首の亀裂もなくなって、うん。あとはもう残ってるのは、ちょっと肌のゴワゴワ感とかゆみが残ってるぐらいなんで、もう信じられないですね。このたった2週間でっていう感じです。いや、僕もアンビリーバブルです。いや、いや、本当に信じられない。もう僕も本当にいろんな人見てきましたけど、これはもうアンビリーバブルな症例ですね。絶対ありえない話なんですよ、こんなことって。ああ、そうなんですね。本う当に。いん。や、私もあの、やっぱ韓国人がね、ひどかったじゃないですか、多分。うん。だからその他の方で2週間で劇的な改善された方みたいには、いかない可能性もすごいあるんじゃないかなって自分もやっぱりすごい思ってたんで、こんな入浴すればするほどぐんぐん良くなるなんて本当に想像できなかったです。すごく本当に嬉しいです。本当に。一番最初僕皮膚見たときに、真っ黒な色素沈着だったじゃないですか。皮膚はい。をズームコンサルで見たときに、もう真っ暗な皮膚の状態で、はい。あの時僕正直これはアトピーじゃないなと思ったんですよ。まあ、うん、なんか僕が見てきた色素沈着の肌と全然違うかったので、うん、これはアトピーじゃないなと思って、で結局いろいろ調べたら観察心だったじゃないですか。はい。でまあ観察心と言ってもね、その原因が細菌となってたから効くか効かないっていうのはちょっと分からなかったんですけど、はい。でも聞いてよかったですね。本当に良かったです。本当になんか黄色ブドウ、その微生物ちゃんたちがやっつけてくれたっていう、その黄色ブドウ球菌なのかまた別の菌なのかわかんないですけど、とにかくやっつけてくれたんだなって、本当に良かったって感じです、本当に。もう僕もはっきり分かんないですけど、今回で分かったのはうん微生物うん、が、その黄色ブドウ球菌に限らず他の細菌も殺す作用があるっていうのが、その可能性があるなって思ったのと、はい。その観察心の原因っていうのが細菌って書いてあったけれども黄色ブドウ球菌が原因だったっていう両方考えられると思うんですよ。うん、はい。うん、まあどっちにしても、うん、良くなってよかったです。本当はに本当に、もう結果、本当に良かったです。ありがとうございます、本当に。い。結果オーライですね。いや、本当に良かったなって、本当に感謝の気持ちが止まりません。あとね、やっぱりもう、いまだに僕2週間でこんなに劇的に回復したっていうのが、本当に今でも信じられなくて、なんでこんな回復したのかなってずっと思ってたんですよ。そしもたら、今回、僕が紹介した水もちゃんと飲んでるじゃないですか。
ああ、はい。で、美味しく、はい。サプリメントもちゃんと飲んでるじゃないですか。はい、拡散飲んではい。ます。で、あれっていうのは、その水もサプリメントも、まあ、合うん。えば、その回復するスピードを20%早めるって僕言ったので、うん多分それもドンピシャであったんじゃないかなと僕思うんですよ。なるほど。もう水もサプリメントも劇的にね、あって、細胞を修復するスピードも劇的に早めてくれて、多分それも影響してると思いますね。なるほど、よかったです。両方とも美味しいので、うん。本当にすごい美味しくてよかったなって。いや、よかったよ。拡散、拡散なんて本当ご褒美ジュースみたいな感じです。そうですよね。ちょっと甘いですけど、ああ、美味しい。すごい美味しくて。で、で、パイウォーターもすごい美味しくそて。う、水も飲めてるし、はい。多分それがドンピシャで合ってるような気がします。ああ、よかった。うん。ありがとうで、ございます。あともう一つ、お風呂入る時間がもう最初から2時間って言ってましたけど、最低ね、もう4時間入ってるでしょ、毎日。そうですね。4時間入ってます。もう多分それもめちゃくちゃ影響してると思いますよ。2時間は2時間の結果だし、4時間っていうのはさらに4時間の結果が生まれるので、なんもうかなり本気だなっていうのはもう感じ取れますね。私、やっぱりもう、1日目入った、初日3時間入った後がすでに激変して、で、その後好転反応も出ず、本当入れば入るほどぐんぐん良くなるのが嬉しい。プラス、なんか1日6時間入った日があって、その時先生に報告したら、いや6時間入ったらもう3倍のスピードで良くなりますよって LINE で言ってくださったんですよ。でそれがすごい嬉しくって、だったらもう1日4時間入れば2倍のペースかと思って、1週間だったら2週間分、今2週間なんで1ヶ月分の効果かと思うと、なんかやっぱり無理はしてないんですけど、もうちょっと入ろうかなっていう、2時間超えてからが、こう、どう頑張れるかなっていう感じで、こう、取り組めます、すごい。女性の人で4時間ってなかなかいないので、だいたい2時間でみんな止めちゃうんですよね、女性の方はね。ああ、そうなんですね。なので4時間っなんかてすごいことですよ。本当ですか。なんか2時間は結構やっぱあっという間、プラス、こう、最低ノルマが2時間ってなると、2時間までは、まあ、必須っていう感じで、そこからなんかこう、ちょっとチャレンジっぽくなって、ちょっと楽しいっていうか、どこまでいけるかなっていう感じになるので、そうですね、苦ではない感じです。すごく。お風呂楽しくなってきました？逆にしんどくなってきました、最近、ちょっと。最初はすごい本当に楽しかったんですけど、最近ちょっとなんかなんか体が重かったり、だるかったりっていうのが出てきて、あ、なんかいよいよちょっと訓練っぽくなってきたなっていう感じで、でもそれは苦痛ではなくて、よし、訓練だなと思って、無理はせず手を抜かずっていうのを本当にテーマにして、今後もやっていこうかなって思ってます。ようやく訓練っていう意味が分かってくれましたね。そうですね。なんか体のこう変化っていうか、楽しいだけじゃ終わらないんだね、やっぱりっていう感じで、ただなんか、体もすごい、微生物ちゃんたちももちろんなんですけど、体も頑張ってくれてるんで、なんか本当に無理はせず手を抜かずっていうのは本当今後もずっとテーマとしてきちんとやっていきたいなっていう感じの心持ちではいます。いいですね。今回この黄色ブドウ球菌撃退法される前にね、もう死にたい死にたいって言ってたじゃないですか。もう毎はい。日もう寝たきりでもう毎日泣いてもう死にたいと言ってたんですけど、もう死ななくてよかったでしょ？いや、こんな2週間でこんな結果が来るんだったら、良かったなって思います。なんか良かったなって思いますね。うん。いやー、まあとりあえずね、黄色ブドウ球菌撃退法を試して、まあ、結果が出なかったら、ちょっと次のことをまあ、死ぬことはどうかなと思うんですけども、ちょっと次のことを考えましょうって言ったんですけど、いやー、結果オーライですよ、とりあえずは。本当にありがとう。うん、本当に良かった。なんか、始める前に、いや、3ヶ月後、
死ななくてよかったって笑ってたいなって、笑ってればいいなとは思ってたんですけど、2週間後にすでに思えるとはまさか思ってなかったんで、いや、ほんと2週間前早いわ。治療を始める自分に、大丈夫、良くなるから大丈夫だよって言ってあげたいですね、本当に。う大丈夫だよって。ーん。うーん。だって、もう今でさえ笑顔出てますけど、2週間前やばかったですよ。もうね、本当にもう腫れとやっぱ亀裂と痛みが本当にひどくって、もう口も開かなかったですし、まあ、心身も本当に削られていたんで、笑えるような状態じゃなかったんですけど、うん。やっぱり腫れと痛みとも亀裂がすっかり治って、なんか笑えるようになりましたし、なんかご飯も普通に食べれるし、あ、もう楽だなって思います。なんか本当に楽になったなっていう。まあ、アトピーにしろ、まあ、観察心にしろ、皮膚の病気って、まあ、普段の生活ができなくなっちゃうじゃないですか。はい。で、普段ね、何気にできることがこんだけ幸せだなと思いますよね。回復してきいや、たら。本当に思いますね。うん。インスタグラムに載っけるたんびに治療前の赤黒く腫れた写真とこう2枚私載せてるじゃないですか。やっぱり本当喉元すぎればって本当都合いいなと思うんですけど、今だとやっぱその苦しみがこう思い出せないわけじゃないんですけど、なんていうんですかね、ちょっと薄れてきてる。まあいいことですけど、なんか、この時本当に本当に辛かったことは覚えてるんですけど、痛みとか苦しみをリアルには思い出せなくなってるっていうか、より本当、亀裂、本当にこんな綺麗に治ったなとか、首もあんなにひどかったのになって結構本当、昔の写真と見比べて、いや、本当に良くなってよかった、頑張ってくれてるって思ってます。いいですね。黄色ブドウ球菌撃退法って、もう凄まじい破壊力だから、結果が早く出る人はめちゃくちゃ早く出ちゃうんですよ。さっと引くしね。うで、あまりん。にも早く結果が出るもんだから、もうどん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 次の結果を求めるんですよ。確かに。うん。はい。これだけ早く治ったんだったら、次の1週間もっともっとっていう気持ちになりません？なってて、だから先生に本当焦りすぎですよって日頃言われてるじゃないですか。言いますで、ね。本当焦っちゃいけない。焦っちゃいけないと思いつつも、やっぱこう気が流行るっていうか、ぐんぐん良くなるのが嬉しくて、やっぱもっともっとってやっぱ思っちゃいますね、本当に。よく深いですよね、本当に。いや、でもね、いや、それはもう普通のことで人間ってやっぱり、どん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 欲が出てきますから、欲がね、欲望の塊なので人間っていうのは。で、それはまあ当然なんですけど、あまりね、焦りすぎると、ちょっと僕も、おい、ちょっと待て待て待てということはそうです。言うので、はい。そうですね。そうなんですよ。なので、今はもう順調すぎるほど順調なので、はい。で、この後、さらに運動をどん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 していく時期だと思うので、はい。うん、もっともっと皮膚が強くなっていくと思いますよ。はい。もうすぐなんか仕事復帰されるんですか？本当は9月1日から戻れたらいいなと思ったんですけど、おかげさまで本当に痛みと、腫れが引いたんで、8月の第4週目からちょっと、まあ、短時間とかで復帰できたらなと思って、とりあえず今週ですか。今週ちょっと1週間また様子見てみて、第4週目の月曜日からちょっと復帰試みてみようかなっていう感じではいますね。いや、すごい早い復帰ですね。僕多分年末ぐらいにかかるかなと思ってたんですよ。ああ、そうなんですうん、ね。まず、もうメンタルがもうボロボロだったんでね、2週間前は。もう死にたいっていう人だったから、もう多分メンタルも回復するの時間かかるかなと思ったんですけど、あらまあらまと、もう2週間で結構メンタルも回復してきたし、いいそうですね。やっ感じ。ぱ、はい。腫れと痛みがやっぱなくなったのはものすごく大きいです。本当に。なんかやは、っぱり、腫れと痛みってちょっとアトピーはね、書き傷の痛みっていうのはあるんですけどね、書いうん、て、その首を動かしたり関節動かしたりした時に痛い痛い痛いってなるんですけど、またそんな痛みとちゃいますよね。そうです。本当にもう
パンパンに腫れ上がった、赤黒い部分がパンパンに腫れ上がってたんで、とにかく痛かったんですよね、それが。あと亀裂ももちろん深くて痛かったですし、もう何をするにも本当に痛くて、心身が本当削られてた感じなんで、その腫れと痛みがなくなって、やっぱ肌も少しずつですけど、やっぱ滑らかになってきてるので、ね、なんか本当に、ああ、よかったっていう感じですね。あの本当に。ー最近ね、なんか ALS の問題あったじゃないですか。ALS ああ、の食卓。ね、そはい。う。で、あの人も多分辛かったと思うんですよ。全然体が動かなくて筋力がないから。だからお医者さんに殺してくれと。うん。で、日本は安楽死の制度がないから、その殺してしまうと、まあ、ドクターが罰せられると。ああ。でもね、痛みでもうどうしようもない時ってやっぱ死にたいと思うんだろうなって思いました、つくづく。本当に、まあ、未だにですけど、安楽死の制度と、うん、臓器を提供して死ぬ制度を私は本当に取り入れてほしいなって思う気持ちは全然今もあるんですけど、やっぱずっと痛いとか、まあ、ずっと痒いとか、やっぱ、しかもこれが一生続くのかと思うと、ちょっとやっぱ生きてる意味を見出せなくなる気持ちはすごくよくわかりますし、嘱託殺人された側、した方の気持ちもものすごくよくわかります、私は本当に。そうですね、うドクターも別にん。悪気があってやってるわけじゃないですからね。死にたいって言ってるいや、人に対本当に。して分かったと、うじゃあもう楽になってあげなさん。いという気持うちでん。やってるのでね、罰せられるってなんかかわいそうやなって僕は思いますね。思います、本当に。すごい私も安楽死のこととかそう調べましたし、ね、スイスだったら死ねるみたいな、そういう特集とかも調べて、もうね、死なせてあげてよって思いますけど、あ、そうじゃない、アトピーでやっぱ自殺してる人って実際多いと思うんですよ、私。自分も死にそうだったし、今まで実際亡くなっちゃった方とかもいると思うんですよね。だけど、こういうふうに治る治療法があるって知らなくてきっとみんな死んじゃったと思うんで、いや、なんか本当に、アトピーは治るんだよっていうのを教えてあげたいし、まだ知らなくて苦しんでる人たくさんいるじゃないですか、きっと2週間前の私みたいに。いやそういう人に本当、なんか伝わればいいなっていう思いますね、なんか。いやー、木戸先生頑張って。あれですよ、あれですよ、みんな原因をみんな知らなかっただけでね、原因さえ取り除いたら、こんだけ何もしなくても皮膚が改善するんだよっていうのは、やっぱみんな知ってほしいですよね。いや、本当に、そのね、動画でも治らないと思ってましたっていう患者さんもいらっしゃったって動画出されてたじゃないですか。もうそれと同じでやっぱ、どこの皮膚科行っても、まあ、アトピーは治んないから、まあ、ステロイドで抑えるしかないって言われてきたじゃないですか。もう40年近くみんな多分、昭和世代の人は特に。で、やっぱそう思ってましたし、実際治んなかったし、まさかそれが原因があって、原因がわからないのがアトピーみたいなとこあったじゃないですか、なんか昭和の時代って。まさか原因があって、しかもそれを治す方法まで先生が提供してくださるっていう、いやー、本当に、いや、よかったって、治るんだ、アトピーって思いました、本当に。それが素直な感想ですね。もう、本当信じられない話ですけどね、でもこれが事実なんですよ。もう原因さえ取り除いたら、あららまあ、みたいな結果なので、はい。だからね、週間、だから今僕いろいろ詐欺師とか言われるんですよ。信じられないことをしてるから。確かに。うーん。ままあ、あ、言われ続けますよね、きっと。アトピーってね、まあ、アトピーに関する、まあ、アトピーにしろ、皮膚の病気にしろ、その命には別状ないから、死なないんですけど、ただ心がね、どうしても、病んでくるし、やっぱ病の病気にもなっちゃうんで、自殺も増えるのは間違いないんですよね、そこは。まあ、今回、まあ、自殺する直前でこういう黄色ブドウ球菌撃退法っていうのに、まあ、たまたま巡り会えて、あれ確かみゆちゃんでしたよね、確か。そうですね、インスタグラムのお友達
から一番最初、名前は聞いて、その子がゆきなさんが先生とズームして、こんな治療法があるんだ、気になってんだよねって聞いて、へーと思って、で、YouTube とか先生のホームページとか、著書とか拝見させていただいて、でもやっぱそこまでだと、こう、治療に踏み切る勇気っていうか、覚悟がまだなかったんですけど、みゆちゃんのインスタグラム見て、いや、これはっていう、本当だから、そうですね、インスタグラムきっかけっていう感じですね。いまだにね、僕、患者さんの生の声出してますけど、いろんな人から、あれ、さくらだろって言われますから。桜ってどういうこと？本当実際薬で治してるのに治療で治ったっぽくしてるって意味なんですかね、それって。いや、多分僕がなんかいろんなエキストラみたいな人を雇って演じてんだろうみたいなこと言われますよ、いまだに。あで、まあ、そういう人はね、そのアトピービジネスで騙され続けた人っていうのは、やっぱそういう目で見ちゃうんですよ。僕もそれ分かるんでね、そういうことを言う人っていうのは。だから、もう、圧倒的な差を見せつけるしか僕には方法ないんですよ。いろんな、ね、民間療法あるけれども、もう劇的に改善させるような、もうこれすごいなって、もうあっと言わせるような、もう、なんていうか、結果を見せつけないと、もう、外野の声っていうのはもう静まらないので、もう結果で分からせるっていうね、もうそれしかないなと思ってるんですよ。なんか、そうそう、なんか本当、先生が出してる患者さんの生の声って、すごい素人感が出てるじゃないですか、皆さん。なんか、こう、なんていうんですかね、そのなんか素人感がリアルなんですよね。そうそう、それがいいんですよね。僕がこのタイミングでこのセリフ言ってくださいねってなったら、絶対そんなん、もう嘘丸出しなんでね。そはう、そう、すごい本当、だから3ヶ月間本当、ね、治療というか訓練して治って、いや、もうすごい、大喜びですっていう感じのテンションじゃなくてみんな、いや、よかったですってしみじみ言ってる気持ちがすごいよくわかるんですよ。いや、本当よかったですって、なんか人間って本当に感動したら喜ぶと、ああいうテンションになるんだなっていう気持ち、今少しわかりましたもん、なんか。い。いや、多分そうでしょうね。もうなんか、はいになるよりは、なんか安堵感っていう感じでしょうね。救われたっていういや、か、本当に、多分そうでしょこんな、うね。こんなことあるんだっていう驚きと、いや、本当によかったっていう、本当しみじみっていう気持ちの方が大きいです。なんかもう、イエーイみたいな感じには多分なんないだろうなって思う。イエーイってなるんだったら本当何年後とかですよね、きっと。今までそんななんか、イエーってはいになってる人いないっす。いないいないいそうない。ですよね。なんないと思います。なんか、こんなことあるんだ、みたいな。なんか本当に、ああ、これでね、かゆみから解放されるっていう安堵感の方がみんな強いですね。そうですね、本当に。私の場合、来年の6月にまた観察心がどうやって出てくるのか、出てこないのかっていうところとか、まだちょっと、まだ言うて2週間目なんで、今後、ね、どんな感じになるのか、まだもちろん不安はあるんですけど、たった2週間で本当こんなにぐっと楽になりましたし、本当良くなってるっていうのは実感できてるんで、言うても3ヶ月のうちの2週間なんで、まだ先は長いですよ。本当ですよね。本当ですよね。2ヶ月と2週間残ってますもんね。そうなんですよ。なので、まあ、スタートダッシュがあまりにも過激すぎたから、まあ、すごいいろんな感じることもあったんでしょうけど、まだ始まって2週間ですから、そうですよね。まあ、2ヶ月目以降はしっかり運動は絶対しないといけないんで、皮膚を鍛え上げないといけないので、はい。これからはどんどん髪の毛も伸ばしてくださいね。そうです。なんか、揃っかなと思ったんですけど、コンサルごとにニョキニョキ伸びてたらなんか面白いかなと思って剃るのやめたんですよ。いいですね。本当に。ちょうど今僕と髪の毛一緒ぐらいですもんね。ちょっと長いか。確かに。長いですね。ちょっとだけ長いか。6ぐらいとかですからね。先生、どれぐらいですか？先生6ミリぐらいですか6ミリぐらいです。はい。そうですよね。すぐ、今多分私9ミリぐらいって1センチぐらいいってんのかなって感じなんですけど、また3ミリに揃っかなと思ったんですけど、それって3ヶ月、なんで剃ったんでしたっけ？なんかアトピーの治療のために剃ったんでしたっけ？
去年観察心がひどかった時に、やっぱ髪の毛がすごい蒸れて痒くて、頭皮にも炎症出てたんで、すごい痒かったのと、痒かったんですよね。痒くてもう剃っちゃったんですよ。それで、剃った後にハゲたんですよね。髪の毛が抜けて。で、で、今は今はどうですか今は。今も抜けてはいるんですよ。抜けあ、てて、はい。去年ハゲたところの毛質が変わっちゃってて、毛の細さとか密度とかもちょっと違うんですよね。ここら辺の元気な毛よりは。でも、家族に見てもらうと別にこう、つるっとハゲてったりっていうことはないよって言われてて、ただ枕元とかにやっぱ短い毛がポロ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 結構落ちてるんで、で、かゆいんですよね、やっぱりまだ。なので炎症自体は、やっぱうっすら頭皮にも全部こう、こっから上ですよね。だから全部出てるんだろうなっていう感じはするんですけど、そのかゆみも日に日に、落ち着いてきたり、こともあるので、どうしても、そうん、のお風呂入ると、頭までずっと浸かるっていうのはやっぱ難しいですもんね。そうですね。結構頻繁に潜ったりはしてるんですけど、潜ったりかけたりつけたりはしてるんですけど、お湯攻めしてるんですけど、やっぱりずっと入ってる、やっぱ、胸から下の下半身の部分の治りは、この上半身よりも全然早かったですね。もう今、かゆみとかもほとんど出ないんで、胸から下のお湯にずっと使ってる部分は。なるほど。まあ、僕は、次の2週間で来月、再来月っていう、その皮膚の変化がどんな感じになっていくのかっていうのはすごく楽しみなので、